こんな感じで完成です。この角をここに持っていくイメージで巻いていきます。皆さんこんにちは、ちゅちゃです。今日は意外と知らない手巻き寿司の正しい巻き方をご紹介します。皆さん手巻き寿司の巻き方ってご存知ですか？いつもなんとなく巻いていませんか？正しい巻き方を覚えるととっても綺麗に、そしてとっても美味しく作ることができます。今回は手巻き寿司の綺麗な巻き方とおすすめの具材などを紹介していきます。ご家庭でも気軽に楽しめる手巻き寿司、パーティーにぴったりですよね。これからの季節、節分やひな祭り、入園入学などのシーンで活躍すること間違いなしです。この動画を参考にぜひ手巻き寿司パーティーを楽しんでいただけたら嬉しいです。私は今まで100名以上の方々に巻き寿司の作り方を教えてきました。今までの実績、ノウハウをもとに可愛い巻き寿司の作り方、コツなどを今後も紹介していきますので、ぜひ今のうちにチャンネル登録よろしくお願いします。それでは早速始めていきましょう。それではスタートです。まず最初に使う海苔について説明していきます。海苔には裏表があります。ザラザラ面が裏、ツヤツヤ面が表です。ツヤツヤの面を見せたいので、ザラザラしている方に寿司飯を乗せていきます。前傾海苔1枚を用意します。前傾海苔はよくスーパーなどで売られている海苔の一番大きなサイズです。手巻き寿司はこの前傾海苔を横半分、長い方の辺を半分にカットしたサイズで作ります。巻き寿司用の海苔がスーパーなどに売られているので、カットするのが大変という方は手巻き寿司用の海苔を購入してくださいね。手巻き寿司を作る場合、パリパリした海苔が美味しいので、しけってない新しい海苔を用意してください。それでは食材の準備をしていきましょう。寿司飯を用意していきます。寿司飯の美味しい作り方はこちらの動画で紹介していますので、ぜひご覧ください。寿司飯はだいたい 50g 前後が巻きやすく、綺麗に作れるようになっています。寿司飯が多すぎると綺麗に手巻き寿司が巻けなくなってしまうので気をつけてください。次に具材を用意していきます。手巻き寿司では海苔のこの部分に具材を乗せていきます。具材は長すぎると巻きにくいので、だいたい10センチ以下になるようにカットしておきましょう。具材はすぐに決まりがないので、好みに合わせて用意してみてください。今日使用する具材はサニーレタス、かいわれ大根、千切りキャベツ、大葉、きゅうり、カニカマ、マグロ、蒸しエビ、ブリ、サーモン、どら焼きの皮、スティックチーズ、卵焼き、かまぼこ、豚肉の塩コショウ炒め、ツナマヨ、ネギ納豆、イクラの醤油漬け、マグロのたたき、ネギです。もう見るからに美味しそうですね。皆さんもお好きな具材を用意してみてください。まずは野菜類を用意していきます。最初は手巻き寿司といえばこれ、大葉です。大葉の木の硬い部分を V の字に取り除いておきましょう。次はかいわれ大根です。根元をカットしておきます。きゅうりは8等分にカットしておきましょう。種の部分は水分が多いので気になる方はカットしてください。長さを整えたら準備 OK です。次はかまぼこです。かまぼこを板からきれいに外す方法を教えます。かまぼこを立てて包丁の背の部分を板とかまぼこの間に入れ、下に下げていきます。こうするとこんなにきれいに外すことができます。かまぼこはだいたい1センチ角くらいにカットしておきましょう。卵焼きも同様に1センチ角ぐらいにカットしておきます。それからツナマヨ、よく油を切ったツナ缶にマヨネーズ大さじ1杯入れ混ぜておきます。お好みで胡椒も入れてみてください。刺身も同様に1センチ角くらいにカットしましょう。柵だとちょっと量が多いなという方はこのようなお刺身パックでも大丈夫です。お刺身をだいたい2等分くらいの細長い形に切っておきましょう。変わり種の具材としてはキャベツと豚肉、私は寿司飯と豚肉という組み合わせが好きでよく食べています。ですので今日はキャベツを千切りにして豚肉を塩コショウで炒めておき、巻き寿司の具材にしていきたいと思います。そしてもう一つ友人からリクエストのあったどら焼きの皮です。これとっても美味しかったのでぜひ作っていただきたいです。友人は昔発売されていたドラえもんの恵方巻きという恵方巻きの具材の中にどら焼きの皮が入っている恵方巻きがとっても好きだったそうで、今回再現できないかと言われ作ってみました。このドラえもんの恵方巻き食べたことあるという方いらっしゃいますか？いらっしゃいましたらぜひコメント欄で教えてください。そんなわけでどら焼きの皮を作っていきます。卵2つを割り入れよく混ぜておきます。そこにみりん 25g、 日本酒 25g、 合計 50g を入れていきます。小麦粉 100g をふるって入れます。お砂糖 80g、 最後に重曹 2g です。本来のどら焼きならここに蜂蜜を入れるのですが、今回はお寿司の具材として食べるので少し甘さを控えめにお砂糖のみで作ります。ラップをして30分程度生地を休ませてから焼いていきましょう。細長くカットして完成です。ここまでできたら盛り付けていきます。お重箱にお気に入りの小皿を乗せて、その上に具材を乗せていきます。こんな感じで完成です。彩りもよくとっても美味しそうですね。
これで準備 OK です。それでは早速巻いていきましょう。先ほど用意した手巻き寿司用の海苔1枚を使っていきます。手巻き寿司の時、寿司飯を乗せる範囲はここになります。扇形になるように乗せると綺麗に巻くことができます。広げる範囲は海苔の半分のラインまでです。具材はここの角に合わせてあげると綺麗に巻くことができます。寿司飯がつかないエンボス手袋がある方はエンボス手袋を着用してください。ない方は手酢、お酢とお水1対1で割ったものを用意してください。これを利き手にだけつけ、寿司飯を海苔に乗せていきましょう。両手につけてしまうと海苔がべちゃっとしてしまうので、利き手だけにつけるようにしてくださいね。それでは巻いていきます。利き手と反対の手で海苔を持ちます。利き手で寿司飯 50g を取り、海苔の上に乗せます。扇形になるように広げていきましょう。広げる範囲は海苔の半分のラインまでです。寿司飯を乗せることができたら、海苔の端に寿司飯をつけ、指で潰しておきましょう。こうすると海苔がペラペラせず巻きやすくなります。その上に大葉、きゅうり、サーモンを乗せていきます。それでは巻いていきます。この角をここに持っていくイメージで巻いていきます。この時、具材を利き手で押さえてあげると綺麗に巻くことができます。この形になったら、そのまま残りの海苔を引っ張りながら形に合わせてくるくる巻いていきます。これで綺麗な手巻き寿司の完成です。もう一度説明します。利き手で寿司飯 50g を取り、海苔に乗せます。扇形になるように広げていきます。広げる範囲は海苔の半分までです。その上に大葉、きゅうり、マグロを斜めに乗せます。お刺身バッグで作る場合は少し長さが短いので2枚ぐらい入れてあげるといいと思います。海苔の端に寿司飯をつけ、指で潰しておきましょう。それでは巻いていきます。この角をここに持っていくイメージで巻いていきます。この時、具材を利き手で押さえてあげると綺麗に巻くことができます。この形になったら、そのまま残りの海苔を引っ張りながら形に合わせてくるくる巻いていきます。これで綺麗な手巻き寿司の完成です。今日は手巻き寿司の巻き方、おすすめの具材などを紹介しました。いかがだったでしょうか？具材は変わり種で作ったどら焼きの皮がとっても美味しくて嬉しかったです。ぜひ皆さんもこれは合うかな、これはどうかなと楽しみながら手巻き寿司パーティーをやっていただけたら嬉しいです。皆さんのおすすめの具材をぜひコメント欄に書いて教えてください。本日の動画も最後までご覧いただきましてどうもありがとうございました。手巻き寿司の巻き方勉強になったよ、手巻き寿司美味しそうだったという方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。乾杯。イエーイ。いただきます。どら焼きの甘みがいいですよ。いいですか？うまい。うまい。なんかだし巻き卵的な立ち位置なのかなって思って見てた。